皆さん、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今回ずんだもんが皆さんに紹介するのは、バルト三国の一つ、デジタル国家として有名なエストニアなのだ。実はね、エストニアにはとっても面白い豆知識があるのだ。みんな知ってた？エストニアのストタリンでは、住民になるとバスや路面電車が全部無料で乗り放題になっちゃうのだ。これ、すごくない？ずんだもんも住んでみたいのだ。今日はずんだもんがピックアップしたエストニアに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。速報。エストニア2025年 NATO 防衛費支出で上位5カ国入りという記事なのだ。エストニアの ERR ニュースが報じている国防に関するビッグニュースなのだ。最新情報によると、平均月給は2126ユーロに増加したり、エストニアとフィンランド間の送電線エストリンク1が9月末まで停止したりと、経済やインフラにも動きがあるのだ。自動車税導入後は低排出ガス車の購入が増加して、新学期が始まって公共交通機関には追加予算が求められているのだ。政治では地方選挙に向けた動きが活発で、経済ではアフリカ豚熱 ASF が拡大し、豚肉供給への影響が懸念されているのだ。国防ではエストニアは NATO 国防費上位5カ国に入り、東部国境の防衛強化も進めているのだ。ロシアのウクライナ侵攻に対しては消防車寄付などで支援を続けているのだ。文化面ではタリン市生活博物館の再開やジャズフェスティバルなど多様なイベントが開催されるのだ。社会では DAB タスデジタルラジオが9月から始まって、ダニ媒介性ライム病の増加も報告されているのだ。米国保健長官候補のタリン訪問中止や、エストニアから米国への市民引き渡しも注目なのだ。エストニアは経済、政治、防衛、社会、文化、そして国際関係と本当に多岐にわたる課題に積極的に取り組んでいるのだ。これからも目が離せないのだ。この動画が面白いって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。さあ、ずんだもんと一緒に今日のエストニアニュースを詳しく見ていくのだ。お楽しみに。皆さん、今回はバルト海の北に位置する魅力的な国、エストニアを紹介するのだ。ヨーロッパの北東部、バルト三国の一つで、首都は世界遺産でもある美しいコトタリンなのだ。フィンランドの対岸にあり、1991年にソ連から独立を果たした歴史と新しい息吹が共存する民主主義国家なのだ。人口はおよそ130万人と少なく、国土の半分以上が豊かな森と湖に覆われた自然豊かな国なのだ。しかし、この国の真の顔はデジタル先進国であることなのだ。エストニアは行政サービスのほとんどがオンラインで完結する電子国家として世界をリードしているのだ。あのスカイプが生まれた地でもあり、数々のスタートアップが生まれる IT 大国なのだ。外国人も電子国民になれるレジデンシーなど、その革新的な取り組みは今も世界中から注目されているのだ。森とデジタルの見事な融合が織りなすエストニアのユニークな魅力にぜひ触れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。速報。エストニアの2025年第2四半期平均月給2126ユーロに修正という記事なのだ。こちらはエストニアの公共放送 ERR がお届けする英語ニュースサイト ERR ニューエスなのだ。エストニアと世界各地の最新情報を毎日幅広く発信しているのだ。政治、経済、国防、社会、文化、科学、スポーツなど多岐にわたる分野のニュースが満載なのだ。例えば、エストニアの平均月収や電力送電線の稼働状況、自動車税導入後の消費者の動き、アフリカ豚熱の拡大状況、NATO 加盟国としての国防費の最新情報などが詳しく報じられているのだ。ウクライナ情勢についても、
エストニアからの視点で最新情報を伝えているのだ。さらに、シュトタリンやタルトー、ナルバなどの地域ごとのニュースや、アートや音楽の文化イベント、様々な視点を提供するオピニオン記事も充実しているのだ。ポッドキャストや動画コンテンツも提供していて、エストニアの、今、を知るのにぴったりなサイトなのだ。2つ目のニュースなのだ。速報。エストニア、2025年 NATO 防衛費支出で上位5カ国入り、という記事なのだ。エストニアの ERR ニュースなのだ。最新情報によると、平均月給は2126ユーロに増加し、エストニアとフィンランド間の送電線エストリンク1が9月末まで停止するのだ。自動車税導入後は低排出ガス車の購入が増加し、新学期が始まって公共交通機関には追加予算が求められているのだ。政治では地方選挙に向けた動きが活発で、経済ではアフリカ豚熱 ASF が拡大し、豚肉供給への影響が懸念されているのだ。国防では、エストニアは NATO 国防費上位5カ国に入り、東部国境の防衛強化も進めているのだ。ロシアのウクライナ侵攻に対しては、消防車寄付などで支援を続けているのだ。文化面では、タリン市生活博物館の再開や、ジャズフェスティバルなど多様なイベントが開催されるのだ。社会では、DA ビータスデジタルラジオが9月から始まり、ダニバイ改正ライム量の増加も報告されているのだ。米国保健長官候補のタリン訪問中止や、エストニアから米国への市民引き渡しも注目なのだ。エストニアは、経済、政治、防衛、社会、文化、そして国際関係と多岐にわたる課題に積極的に取り組んでいるのだ。これからも目が離せないのだ。3つ目のニュースなのだ。エストニア、月曜のユーロバスケット2025はトルコとの難戦に、という記事なのだ。エストニア代表は、ユーロバスケット2025のグループ A で、強豪トルコと戦うのだ。エストニアは、セルビアとラトビアには負けたけど、チェコには89対75で勝利して、現在グループ4位につけているのだ。このままいけば決勝トーナメントに進めるチャンスがあるのだ。対するトルコは、ここまで全勝で平均25点差をつけている圧倒的な強さなのだ。すでに決勝トーナメント進出も決めているのだ。元選手ゲルト、ラマエさんは、トルコは怪我の選手がいるかもしれないし、すでに勝ち抜けが決まっているから、エストニアにも勝機はあるって言っているのだ。トルコには NBA のアルペレン、シェングン選手など強力な選手がたくさんいるから特に警戒が必要なのだ。でもエストニアのヘイコ・ランヌラ監督の戦術がトルコに勝つための切り札になるって別の元選手レイナル・ハリクさんが期待しているのだ。トルコの監督もエストニアを強いチームだと評価しているのだ。試合は月曜日の午後2時45分から始まるのだ。みんなでエストニア代表を応援するのだ。デジタル先進国でありながら豊かな自然も持つエストニア。経済、国防、スポーツと多岐にわたるニュースからもその活気あふれる今が伝わったのだ。森とデジタルが見事に融合したこのユニークな国からこれからも目が離せないのだ。みんなで応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ
人に知られざる世界の旅を始めるのだ。